皆さんこんにちは、フジロクです。今回は固めのプリンを作っていきましょう。まずはじめにキャラメルソースを作っていきます。キャラメルソースを作る方法はいろいろあるのですが、私のおすすめはお砂糖を何回かに分けて溶かしてから焦がすというのをおすすめします。お鍋をゆすってお砂糖を溶かして、そして溶けたところにまたお砂糖を入れて溶かす、これを繰り返していきましょう。この時絶対に木べらで混ぜないようにしてください。混ぜてしまうと結晶化してしまうことがあります。もしどうしても混ぜたい場合は耐熱ゴムベラで優しく混ぜるようにしましょう。お砂糖が全部溶けたらキャラメルになるまでしっかり焦がしていきます。小さな泡が大きな泡に変わったこの瞬間に火を止めて、そこにお水を加えましょう。お水を加えるとキャラメルが飛び散るので注意して加えるようにしてください。できたら容器の中に流しておきましょう。今回は20センチのパウンド型を使用しました。カップの場合は6個から8個分プリンができます。続いて卵を割っていきましょう。今回は全卵を4つ用意してください。固めのプリンというのは全卵で作るのがポイントです。卵白が硬くなる力を持っているので、必ず全卵で作るようにしましょう。そしてこの中にグラニュー糖を半分加えて混ぜ合わせておきます。このようにサラサラになるまで泡立て器で卵をほぐしておきましょう。続いて牛乳と残り半分のグラニュー糖を合わせて温めておきましょう。温めるのはグラニュー糖が溶けるぐらいで構いません。沸騰直前まで温める必要はありませんので、お砂糖が溶けたら大丈夫です。そしてこの中にバニラビーンズのペースト、そしてさらにバニラオイルを加えていきます。必ずバニラのオイルを使用してください。バニラエッセンスは揮発性があってオーブンの中で香りが飛んでしまいます。バニラビーンズのペーストもしくはバニラオイル、どちらかでもいいので使用してください。お砂糖が溶けて牛乳がある程度温まったら、卵の中に加えて混ぜ合わせておきましょう。この時にしっかり混ぜてしまうと泡立ってしまって、後で泡を取るのが大変になるので、優しく混ぜるようにしてください。卵と牛乳が混ざったら一度裏ごしをしておきましょう。この時にたくさん泡立ててしまっていたら、茶こしの部分に泡がたくさん残ってしまいます。さっきの作業は泡立てないように優しく混ぜ合わせるのがポイントです。続いてできたプリン液の上にラップを密着させていきましょう。このようにぴったりと密着をさせたら、ラップを上に引っ張るのではなく横にスライドをさせて、ラップごときれいにスプーンですくって取ります。こうすることで表面の泡をきれいにすくい取ることができます。プリン液がきれいになったら型に流し入れていきましょう。仕上げに表面の泡をガスバーナーで炙って消していきます。ガスバーナーを持っていない方はスプーンで丁寧にすくい取ってください。それでは焼いていきましょう。今回は湯煎焼きという方法でプリンを焼いていきます。湯煎焼きをするときは天板をまずオーブンに入れてからお湯を入れるとやけどをしないので、この方法でお湯を張ってみてください。160度に予熱したオーブンでおよそ35分焼いていきましょう。それではプリンが焼けたかどうかをチェックしていきましょう。チェックするときはこのように表面を揺らしてみて、固まっていれば大丈夫です。竹串を刺してしまうとプリンに穴が開いてしまいますので、必ず揺らしてチェックをしてみてください。できたプリンはしっかりと冷蔵庫で冷やして、冷えてから型から取り出すようにしましょう。
このように大きなプリンを取り出す場合は、周りをナイフで外していきます。ナイフで外すときは必ずナイフを型にピタッと当ててからスライドさせるようにしましょう。隙間ができてしまうとプリンが崩れてしまいます。ナイフを型の方に当ててスライドさせていきます。それではお皿に取り出していきましょう。思った以上に早く出てしまったのでスローでもお届けします。はい、こちらで固めのプリンが完成です。ちょっと周りのところに酢が入ってしまいましたね。お湯が多分少なかったと思うので、皆さんお家で作るときはお湯をたっぷり張って作ってみてください。固めのプリンは全卵と牛乳というすごくシンプルな材料になっているので、滑らかさがあまりありません。食べた時に口どけや滑らかさが欲しい方はぜひ生クリームを添えて食べてみてください。それでは食べてみましょう。このようにスプーンですくっても結構しっかり硬いんですね。しかもですね、この固めプリン、冷蔵庫で寝かすとさらに硬くなります。作ったその日が一番美味しいと思ったので、皆さんできたら作ったその日に冷やして食べてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。